一陽来復。冬至になりました。もう2024年も終わり、お別れです。それでも日に日に畳の目ほど徐々に日が長くなっていきますね。新しい年が間もなくやってきます。いかがお過ごしでしたか？我が家は母の七回忌で、おときはこの家のものだけで静かにとりました。母の好物だったチーズケーキをお供えし、主食にはフグを調理しました。大井町で生まれ育った母は、第二次世界大戦中は両親と共に北海道に移住しました。その旅中に乗客からリンゴをいただいたそうです。その時以来、リンゴが大好きになったそうです。なので我が家にはいつもリンゴがありました。今夜はリンゴをすりおろした果汁をシードルと割ってカクテルにして献杯しました。また当時の行事食は柚子とかぼちゃなので、季節に合わせた料理もこしらえました。今日の服はパンツスーツです。グレーの縦縞が入った墨色の生地はプラダ仕様のアルパカ 100% で、ツヤがあり、とてもソフトで滑らか。ハードシルクサテンでピエロカラーも縫いました。花はいいですね。祝いにも弔いにも欠かせません。心を慰めてくれますね。それでは母の好物だったチーズケーキから作りますね。濃厚なニューヨークチーズケーキを作ります。フードプロセッサーにビスケットを入れて砕きます。溶かしバターを加えて混ぜます。砕いたビスケットを敷き詰めます。型の側面にバターを薄く塗りつけて、側面にもクッキングシートをはわせます。では種を作っていきましょう。材料を次々に混ぜていくだけなので難しくありません。柔らかくしたクリームチーズに糖を加えます。水切りしておいたギリシャヨーグルトを加え、生クリームを加え、溶き卵を加え、
コーンスターチを加え、レモン果汁を加えます。型をクッキングホイールで包みます。一回り大きな容器に型を入れ、お湯を注ぎ、180度に予熱したオーブンで1時間蒸し焼きにします。焼いている間にケーキの上を覆うブルーベリージャムを作ります。水は使わずに弱火で煮ていきます。レモンを加えると味が引き立ってきますね。優しい甘酸っぱい、とってもいい香りがしています。チーズケーキが焼けました。冷蔵庫で5時間休ませてから型から外し、上の面にクッキングシートをかぶせ、お皿の上にひっくり返します。そして底を外します。ケーキ皿をかぶせてもう一度ひっくり返します。ブルーベリージャムをたっぷりのせて完成です。ではデザートをもう一品作ります。かぼちゃのプリンです。当時といえばかぼちゃが行事食。かぼちゃは栄養価が高く、緑黄色野菜の代表格ですね。若返りのビタミンと言われるビタミン E も豊富です。プリン容器になる鍋に大さじ1ほどの水を糖に加えて焦がしていきます。焦げ色が程よくついたら火を止め、大さじ1の水を入れて焦げの進みを止めます。容器の内側の周囲にオイルを軽く塗ります。別鍋で牛乳を人肌に温め、糖を加えます。かぼちゃは煮るか電子レンジで5分ほど熱して柔らかくしてください。牛乳の半分くらいをミキサーに入れてかぼちゃを攪拌して鍋に戻します。
卵を研いで加え、生クリームを加え、先ほどのカラメルを作ったプリン容器にプリン液をこして注ぎ入れます。オーブンは170度ぐらいで湯煎にして40分ほど焼いてください。次は箸休めに金柑の甘露煮を作りたいと思います。爪楊枝で皮を刺します。水に糖を溶かし、金柑を浮かべて、クッキングシートに切れ目を入れて落とし蓋にします。30分ほど弱めの中火で静かに煮ます。煮汁にグランマルニエを入れてつけます。金柑と同じ柑橘系の柚子を使った前菜、牡蠣と冬野菜の柚子釜焼きを作ります。牡蠣に火を通します。旬の野菜にはカブを用いました。牡蠣とカブを柚子に詰めます。白味噌に甜菜とみりん、そして柚子の果汁、練ったところに卵黄も加え、柚子釜に流し込みます。金柑も柚子も成分のビタミン C が風邪を予防し、抗酸化作用で老化防止に、美肌効果も、爽やかなリモネンの香りにはリラックス効果もありますね。オーブンかグリルで表面に焦げ目がついたら出来上がり。では、日本料理の基本、出汁を取りましょう。鍋に水、少々強めの中火にして昆布を入れます。塩を入れると旨味が出ますね。醤油小さじ1、酒とみりんは中さじ1くらい、鰹節を入れて一瞬沸騰させ火を止めます。10分くらいそのままにしてからこします。このお出汁を使って長芋をつけます。出汁にわさびを溶き、長芋をつけて2晩置きます。かぶのぬか漬けと一緒に盛り付けました。では本日のメイン、
フグの料理に取り掛かります。磨きフグです。有毒部位や食べられない部位を除去し、皮を剥いだ状態になっていますが、まずは前日にした準備です。うぐいす骨を剥がします。三枚におろします。中骨は4つぐらいに切ってお雑炊用に使います。この部分とこの部分の身皮を剥いでいきます。身皮は鍋に入れていただきます。火を通すととっても柔らかくなるんですね。身皮は筋膜でコラーゲンがたっぷり含まれているんです。フグは低脂肪でありながら高タンパクなので、健康にも美容にも優れているんですね。側面の身皮は薄く切り落とします。キッチンペーパーかさらしに巻いてラップをします。1日冷蔵庫で寝かせ、水分を出します。こうすることで旨味が出るんですね。フグの皮を湯がいて細く切り、鉄皮を作ります。皮やくちばしはゼラチン質が多く、コラーゲンが豊富に含まれています。海洋性コラーゲンですね。動物性コラーゲンより7倍もの吸収率があるんですね。では、湯引きをします。フグの皮は薄皮で、筋膜の身皮を別にしたいわゆる皮は3層からできているんですね。トゲで覆われている表皮のサメ皮、背が黒く厚みがあり、最もコラーゲンの多い真皮、透明感のある皮下組織の頭頭身から成り立っています。私たちの肌は7割がコラーゲンで作られているそうですが、軟骨も5割がコラーゲンから構成されています。このコラーゲンが不足すると、関節痛や骨粗しょう症を引き起こします。こんな具合に数秒で引き上げ、氷水にとって洗います。コラーゲンは体内でアミノ酸に分解されてから皮膚や関節に吸収されるんですね。この再合成を促すのがビタミン C なんです。なので、
テッピをチリ酢で食べるとコラーゲンの吸収力がさらに高まるんです。ということで、チリ酢、ポン酢醤油のことですが、こちらを作っておきましょう。すだちと柚子を絞って合わせ、煮切ったみりんと醤油を加えます。昆布と鰹節も加えて、冷蔵庫へ数日寝かせてからこします。こちらは丸1日寝かせたフグです。テッサを作っていきましょう。フグ刺しテッサとフグ皮のテッピができました。薬味は朝月ともみじおろしです。もみじおろしは赤唐辛子を差し込んだ大根をおろし金で優しくすりおろします。雑炊の準備もしておきましょう。頭、カマ、くちばし、三枚おろしの骨についた身、身皮、これらを水と酒少々で煮ます。アクを取り除いてください。すぐに煮えるので火を止め、骨を外して身だけにします。塩と醤油を加えます。食事の締めに雑炊をサービスします。雑炊はあんをかけていただくので、お出汁を沸騰させ、溶いたくず粉でとろみをつけ、くずあんを作ります。土鍋にご飯を入れ、朝月の小口切りをたっぷり加えて、軽く溶いた卵を回し入れて蓋をし火を止めます。さあ、七回忌のお時が整いました。それではお母様、一緒に召し上がってくださいね。たくさん食べてくださいね。母の介護では、私は朝ごはん担当で、最後は嚥下食になりましたね。ミキサーと裏ごしを駆使し、とろみをつけて調理しました。アスパラとカジキマグロのクリーム仕立て、かぼちゃのスープ、蜂の子と大根の煮込み、生ローヤルゼリー杏仁豆腐、鮎、鯛、キャベツ、人参、レンコン、玉ねぎ、トマトの煮物、マッシュポテト添え、オレンジのジュレ、アイスクリームのホイップがけ、エビ天丼、ブロッコリーのポタージュ、魚のスープ、サフラン風味、マッシュポテト、リンゴのジュレ、カジキマグロとズッキーニのクリーム仕立て、生ローヤルゼリー入りヨーグルト、さつまいものポタージュ、ほうれん草の黒ごま和え、かゆ、梅干しのつゆ添え、ターメリックがゆ、茶碗蒸し、あ
温かいビシソワーズ、銀だらのみりん漬け、プリンとバナナジュース、おこげがゆ、鮭のトマト煮込み、柿のジュレ、平飼い卵プリン、ぶどうジュースのジュレをかけた生ローヤルゼリー入り杏仁豆腐、たらこスパゲッティのクリーム和え、カニのポタージュ、サワークリーム添え、ヨーグルトとキウイのジュレ、みかんジュレ、はちみつ、ローヤルゼリー入り、エビピラフ、卵、パセリ、玉ねぎ、にんにく、さやえんどう、煮物、白子、人参、柚子、じゃがいも、ネギ。母の嚥下食に励んだ日々からあっという間の7年のようにも感じるし、ずっと昔のことのようにも思えてきます。母が亡くなったらどうやって生きていけばいいのだろうと、未だ自立できずに年を重ねるばかりの私は悩みもしましたが、おかげさまでこうやって2024年の年の瀬を生きています。一日一日を精一杯生きなくちゃと感謝の思いを動画にしました。今年もありがとうございました。どうぞ良き年末年始をお迎えください。新しい年にお目にかかりましょう。